二宮金次郎みたいに、このボイラーとか豆を蒸し上げながら教科書を見て。皆様こんにちは。松井社長です。さて、前回ですね、もう中国に35年もお住まいだというふうに伺ったんですけれども。26歳から住み始めてます。じゃあ、大学卒業されてすぐぐらいですか？違います。家業に入ったのは14歳。14歳。はい。14歳の時に父が重い病気になりまして、はい、親戚のおじおばが集まってきて、はい、お父さんは非常に厳しいと。もうダメだと。だからお前は今から学校を辞めて、はい、家業を継げと。会社に入れっていうことだったんですけど、さすがに義務教育、ね。そうですよね。そうです。14歳って中2ですもんね。はい。はい、でも私、翌週から朝の3時に起きて、はい、大豆を蒸し上げて、はい、8時の皆さん社員が出勤したら、はい、朝の朝礼をしまして、はい、で皆さんに今日の生産はこれですよって言ってで学校に行ってました。14歳ながら社員の皆様に指示をして、はいはい、朝も 5時間です。3時になって帰ってきたら夜の9時まで働いてそこから寝ると。1日だから8時間以上、もちろん10時間ぐらい働いて、はい、で自分たちで、いつ父が亡くなってもいいやに一応手術がうまくいったんですけども、はい、父はそこから17年間病院から出れなかったんで、中学生の時はもう社長でした。ボイラー技師とか、はい、いろんな資格を取らなくちゃいけないんですよね。あれは16歳から取れるんです。だから高校1年生の時に全ての必要なもの、いろんな試験を受けて、はい、16歳の時にはもうスーツを作って、学校も時々サボりながら。高校にも行かれたけども。一応手術はうまくいったんで、はい、小康状態だったんだけど、はい、高校を行かしてほしい。はい、その代わり、死んだらもう辞めるから。はい、って言って、はい、私行かせていただいて、はい、高3の時に、はい、普通に業者会とか出てまして、はい、3年ぐらい前からここの会来てるよねって言われてて、そう、僕最初来たの中学生だったんです、はい、って言って、はい、もうみんなね、まさかこんなジャケット着てこないが中学生から参加してると思わないんですよね。ただ、はい、その時に私も気づいたんですよ。その当時は3年間転院しなかったら一応寛解っていう、ということは、あれ、はい、親父来てるということは俺大学行ってもいいんじゃない、はい、と思って。なるほど。だから高校3年の時に、はい、すごい勉強しまして。それまでじゃあ進学のことが頭になかったんですよね。もうないと、はい、高校行けて満足してたんですけど、はいはい、それで大学を行かせてもらって、はい、でももう完全に会社の経営者でした。普通の学生だったら勉強しなかったです。もう行けないって言われると余計に行きたくなる。それこそ無理やり入れていただくので、はいはい、浪人なんて絶対できないので。なるほど。もうだから二宮金次郎みたいにこのボイラーとか豆を蒸し上げながら教科書を見て職場でこうやってやってましたから。はいはい、それで大学に行かれで卒業されますよね。父がやっぱりそこまで体調が良くなかったんで家業を継いでいこうと覚悟を決めた時に父に頼んでいろんなお店屋さんを見せてもらったんです。実は私はその時気づいたんですよね。この10年間で店屋さんは近代化機械化が急速に進んでたんです。でも私はやっぱりそこまで気づけなかったです。もう目の前にある仕事を一生懸命勉強してやってるだけでいきなり皆さん生産性が上がってコストが下がってたんですよ。これはちょっと私も出遅れてるまずいって気がついて、はい、土地はあったので、はい、急いで業者を呼んで自分も工場の設計に入ったわけですよ。はい、でその時に思ったんですけどもコストが急速に下がってるんで、はい、彼らはその恩恵を受けて原価償却を置いてたんですけども、はい、今からこの店屋のビジネスを始めたら10年以内にうちは経営が成り立たない、潰れるっていうことが分かったんですよね。はい、でもやっぱり会社からすると今まで社長がいつ死んでもおかしくない状態が続いて、はい、やっと後取り若本が今からやって会社を立て直してくれるってすごい期待感、はい、もちろんお客様も次の経営者頑張ってるよねっていう目で見てくれてる中で、はい、これは10年以内に潰れるから廃業しますっていうわけにもいかなかったんですよね。はい、じゃあ今から私たちはどうやってやるっていう道が見つからなかったんですよ。で非常に味噌ってそういうの社用の時代でしたから、はい、じゃあ私は一生の仕事が多分すぐ閉めなくちゃいけないっていう事態に気がついて非常に悩みながらそれでもやっぱり自分の会社に入ったわけです。はい、でそれが非常に私にとってはどの道で生きていくっていうのは非常に考える、はい、一つのきっかけで、はい、それが他の経営者の方より10年早かった。お店屋さんってずっと続いていくよねって皆さん思ってます。はい、でも例えば兵庫県を例に挙げますね。はい、祖父の代で兵庫県で130軒のお店屋さんがあったんです。はい、で父の代で26軒になりました。今11軒です。
だからもう2世代渡るだけではい。もう十何分の1にになって。はい。で、多分その半分ぐらいしか後継者がいないです。だから毎年半減とか3分の1減4分の1減していくのが実は店屋さん、はい。で、私たちみたいな伝統6業種、はい。味噌、醤油、日本酒、佃煮、酢、漬物っはい。ていう伝統6業種ですね、の中で一番味噌が経営がいいと言われるんです。ということは他のなるほど。日本酒屋さんとかはい佃煮屋さんとか、はい。もう全然皆さん何百年の企業だよねって言うけど、はい。その息子たちはみんなすごい悩んでるんですよ。はい。自分の代で締めなくちゃいけないっはい。ていうのは、はい自。分が後を継いでいいんだろうかっていうのがあって急速に皆さん廃業されてます。このままだとうちもそうなっちゃうなと。どうして中国だったんですか？友人が誘ってくれました。その時は天安門事件の翌年ですね。あ中国製の味噌なんだ誰が食べる